皆さんは日本の日常の食文化について気になったことはありませんか？今回の動画では日常の食事にどんな工夫があるのか、何を食べているのかを知ることでもっと日本の文化を楽しめると思います。動画の説明です。前半では教科書のような丁寧な言葉を使った文で漢字に振り仮名をつけています。後半では友達との自然な話し言葉の文で漢字に振り仮名をつけていません。好きな字幕を選んで活用ください。日常の朝ごはん。日本の朝ごはんはシンプルでバランスの取れた食事が特徴です。炊きたてのご飯、お味噌汁、焼き魚や納豆などの小さな副菜が定番です。日本に来たことがある方なら、日本の旅館で見かけたかもしれません。季節によって食材が変化するのも特徴の一つです。例えば、お味噌汁の具材は季節の野菜が使われることもあります。日本人はこうして食べ物を通して自然とつながっています。日本の朝食はシンプルですが、栄養バランスがしっかりと考えられています。日本の若者や時間がない会社員の人は簡単に調理できる西洋的な朝食もよく食べています。前日に買っておいたコンビニのおにぎりや菓子パンで朝食を済ます人もいます。忙しい朝でも手軽に準備できるので多くの人が取り入れています。また、トーストに目玉焼きやウインナーを添えたり、シリアルやグラノーラに牛乳やヨーグルトをかけて食べるのも人気です。日本の朝ごはんの伝統と現代のライフスタイルが融合する姿を見ると、食文化の進化を感じます。日常のお昼ごはん。お昼ごはんはその人のライフスタイルに合わせて様々な選択肢があります。会社員や学生は外で食べることが多い一方で、家にいるお母さんたちは家で簡単に作れる料理や前日の残り物で済ませることもあります。公立の中学校までは学校で給食が提供されます。給食当番がクラス全員に食事を配り、みんなで同じメニューを一緒に楽しみます。高校生になるとお弁当を持参したり、売店で軽食を買ったりするのが一般的です。学食がある学校もありますが、給食がある高校はほとんどありません。会社員の昼食は、スーパーやコンビニで購入したお弁当やラーメン、うどんなどの麺類が人気です。日本のコンビニは、おにぎりやサンドイッチ、いろいろなおかずなど、手軽で美味しいものがたくさん揃っています。定食屋も日本の昼食の定番です。ご飯、味噌汁、焼き魚や唐揚げなどのおかずがセットになっており、バランスが取れた満足感のある食事です。手軽に食事ができる牛丼屋やファーストフード店もよく利用されます。牛丼はご飯の上に甘辛いタレで煮込んだ薄切りの牛肉と玉ねぎが乗った丼物です。家で簡単に食べることもあります。残り物をアレンジしたカレーうどん、焼きそばやチャーハンなども定番のメニューです。私は会社員なので、コンビニのご飯や定食屋さんによく行きます。たまに自分へのご褒美としてカフェランチに行くこともあります。会社員や主婦の間で人気のカフェランチは見た目も美しいサラダやパスタ、おかずが一皿に盛り付けられたセットも定番です。日常の夜ご飯。夕ご飯は
一日の中で最もしっかりとした食事をとる人が多いです。家族や友人、同僚と集まって一緒に食べる人もいれば、一人の時間を大切にして静かに夕食を楽しむ人もいます。お母さんが作る定番の家庭の夕食は、煮物や野菜炒め、揚げ物があります。メインでは肉料理や魚料理がよく登場します。子供にも人気のカレーライスやハンバーグも定番メニューの一つです。冬には鍋料理が人気で、家族みんなで温かい料理を囲むこともあります。一人暮らしの方も一人用の小さな鍋で鍋料理を楽しみます。友人や同僚との外食は居酒屋で楽しむ人も多いです。焼き鳥やおでんなどの料理とお酒を楽しみながら交流を深めます。昔は仕事終わりに上司に誘われて居酒屋に行くことがありました。しかし最近は自分の時間を大切にする人が多く、そのような習慣は少なくなっています。友人や恋人とおしゃれなレストランで食事を楽しむ人もいます。口コミサイトで評判を調べて、カジュアルなレストランや有名店を訪れる人もいます。一人でも気軽に外食できる場所はたくさんあります。お一人様という言葉が流行し、一人で遊びに行ったり、食事を楽しむ人も増えています。私は友人と過ごす楽しい時間も好きですが、一人で気ままに好きな食事を楽しむ時間も大好きです。居酒屋の料理。居酒屋は日本の飲食店の一種で、お酒と一緒に料理を楽しむカジュアルな場所です。友達や同僚と集まったり、一人で立ち寄ったりと、どんなシチュエーションにもぴったりです。おつまみからボリューム満点の料理まで、幅広いメニューが揃っていて、リーズナブルな価格で楽しめます。居酒屋の魅力は何といってもその多彩なメニューです。日本食はもちろん、洋食やスイーツも食べれます。枝豆、冷ややっこ、タコワサなど、軽くつまめる料理は定番の居酒屋メニューです。唐揚げやポテトフライも人気です。焼き鳥も塩とタレが選べ、香りが食欲をそそります。刺身や煮物、生姜焼きといった和食はもちろん、グラタンやピザなどの洋食も楽しめます。また、居酒屋では、日本酒、焼酎、ビールといった定番のお酒が種類豊富に揃っています。地酒やオリジナルカクテルを楽しめるお店もあり、選ぶ楽しさも魅力の一つです。居酒屋に行くときの基本的な流れや注意点をご紹介します。居酒屋では席に着くとお通しという料理が出てくることがあります。これが居酒屋文化の特徴で、店によって内容が違うので楽しみの一つです。お通しを断れる店も増えていますが、席料のようなものと考え、できれば断らずに提供される一品を楽しんでみるのもおすすめです。注文はタッチパネルを使用するか、直接店員さんに伝えましょう。店員さんを呼ぶときは、すみませんやお願いしますと声をかけてください。この時は大きめの声を出しても問題ありません。居酒屋ではシェアしやすい料理が多いので、みんなでいろいろ頼んで楽しめます。食事の最後にはお茶漬けやラーメン、デザートを注文して食事を締めくくることもあります。同僚や友人と居酒屋に行った時の会計でのよくある状況をお伝えします。
一般的には割り勘といって全員で金額を均等に分ける方法が多いです。また、年齢や役職に応じて支払い額を調整することもあります。幹事や上司が上手にバランスをとってくれることもあります。カウンター席とテーブル席が数席あるこじんまりとした居酒屋もあります。一人で行く場合、カウンター席で店員さんや隣の席の人と会話を楽しんでも良いでしょう。日本に来たら居酒屋文化を気軽に楽しんでみてくださいね。寿司屋。寿司屋には高級な寿司屋もあれば、手軽に寿司を楽しめる回転寿司や立ち食い寿司もあります。高級寿司屋ではカウンター席での食事が楽しめます。目の前で職人が一貫ずつ丁寧に握る様子を間近で楽しむことができます。回転寿司ではタッチパネルで注文した寿司を厨房にいる職人や機械で握ってくれます。注文した寿司はベルトコンベヤーで運ばれてきます。自分の席の前で止まるので安心して取ってくださいね。寿司屋ではビールや日本酒、焼酎といったお酒も豊富に揃っています。寿司との相性も抜群です。リーズナブルに楽しめるお店から、少し値が張るものの貴重な食材を味わえるお店まで幅広く揃っています。気分や予算に合わせて存分に楽しんでください。麺類。日本の食文化の中でも特に親しまれている麺類についてお話ししたいと思います。ラーメン、うどん、そばなど、それぞれ独自の文化や楽しみ方があります。ラーメンは醤油、味噌、塩、豚骨などスープの種類が豊富で、トッピングもチャーシューや煮卵などバリエーション豊かです。全国各地にご当地ラーメンがあり、札幌の味噌ラーメンや博多の豚骨ラーメンは特に有名です。各地には多くの人気店があり、行列ができることも珍しくありません。また、一部のお店では、麺の茹で加減やスープの辛さなどを注文時に指定するスタイルもあります。独特な注文の仕方をしているお店もあるので、事前に調べておいたり、周りの人に聞くと安心です。太くてもちもちした食感が特徴のうどんは、地域によって味やコシの強さが異なります。さぬきうどんのようなコシの強いものもあれば、柔らかい関西風うどんまであり、食べ比べしても良いでしょう。だし汁の特徴も関西と関東では異なります。関西では昆布をベースにした薄めの色合いと上品な味わいが特徴です。関東では鰹節を使った濃い色合いの出汁が主流で、しっかりとした風味が楽しめます。旅先でそれぞれの出汁を味わい、比べてみるのも楽しい体験です。どちらかというと私は関東の濃い出汁汁が好きです。お蕎麦はカロリーも低く、健康志向の方にもおすすめです。冷たいざるそばや温かいかけそばが定番です。天ぷらや山菜などトッピングとの組み合わせで多彩な楽しみ方ができます。長野県の信州そばや島根県の出雲そばといった地域独特のそばも魅力です。
大晦日には年越しそばを食べます。その理由は、そばの細く長い形から長寿を願う意味があるのと、切れやすいことから厄を断ち切るとされているからです。麺類を食べるときの注意点をお話しします。日本では麺をすする音はマナー違反ではなく、美味しさを表現するものとされています。周りの日本人もずるずると音を立てて食べているはずです。恥ずかしがらず挑戦してみてください。私はスーパーで買った袋麺を自宅で手軽に調理してずるずると楽しんでいます。粉物。粉物とは小麦粉を使った料理のことです。たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼きがその代表です。日本のソウルフードとも言えるこのらの料理は手軽で安価なので日本人にも大人気です。まずはたこ焼きから紹介します。たこ焼きは外はカリッと、中はとろっとした丸い生地の中にタコが入った料理です。トッピングにはソースやマヨネーズ、鰹節、青のりなどがあります。青のりは食べ終わった後に口の周りにつきやすいので、デートの際は気をつけましょう。たこ焼きは特に大阪では名物料理として愛されています。大阪の家庭にはたこ焼き器があることが多いです。私の大阪の友人も自宅でたこ焼きパーティーをよく楽しんでいるそうです。次にお好み焼き店を紹介します。お好み焼きはキャベツや豚肉、海鮮などを混ぜ込んだ生地を鉄板で焼く料理です。自分で焼くスタイルのお店も多く、友人や家族とワイワイ楽しむのにぴったりです。焼き方がわからない場合は、店員にお願いしましょう。目の前で手際よく焼いてくれるので、安心して楽しめます。地域ごとに特色のあるお好み焼きがありますが、中でも有名なのが大阪と広島のお好み焼きです。大阪のお好み焼きは混ぜ焼きとも呼ばれ、具材を生地と一緒に混ぜ込んでから鉄板で焼きます。広島のお好み焼きは重ね焼きと呼ばれ、具材を層にして重ねていきます。クレープ状に薄く焼いた生地の上にたっぷりのキャベツを重ねます。その上に豚肉や麺を乗せ、さらに卵で閉じて焼き上げます。最後はもんじゃ焼きの紹介です。もんじゃ焼きは東京下町の名物料理です。具材がたっぷり入った液状の生地を鉄板で焼きながら小さなヘラを使って食べるのが特徴です。もんじゃ焼きは具材を丸く鉄板に広げ、土手を作ってから汁をその中に流し込みます。作り方が独特なので、土手を作る際は店員に気軽に頼んでください。日本の粉物の料理は手軽に楽しめるものからお店でゆっくり味わうものまで幅広くあります。和菓子。和菓子は日本の食文化として長い歴史を持ち、季節感や見た目の美しさを大切にしています。甘さが控えめで、素材本来の風味を楽しむことができるのが特徴です。和菓子は季節を感じるものが多く、例えば春には桜餅、夏には水羊羹、秋には栗のお菓子、冬には大福などが人気です。和菓子の一種の練り切りは、主にあんを使った細工菓子です。
もち粉をベースにした生地にこしあんを練り込んで作られます。職人が手で作り上げる繊細な形と色彩のお菓子は必見です。練り切りは茶道の席やお祝い事の際に提供されることが多いです。和菓子はよくお茶と一緒に食べられます。日本茶や抹茶と一緒にいただくことが多く、その組み合わせは絶妙です。私が特に好きな和菓子はあんみつです。あんみつは透明感のある寒天に甘さ控えめのあんこを乗せ、フルーツや白玉団子などを添えた見た目にも華やかなデザートです。日本の食文化は四季折々の美しさや地域ごとの特色が感じられ、どれも心温まるものばかりです。ぜひ一度味わってみてくださいね。ここまでご覧いただきありがとうございました。次は友達に話すような文を勉強していきましょう。日頃の朝ごはん。日本の朝ごはんってすごいシンプルでバランスがいいんだよね。炊きたてのご飯にお味噌汁、焼き魚とか納豆みたいな小さなおかずが定番なんだよ。日本に来たことがある人なら旅館とかで見たことがあるかもしれないね。それに季節によって食材が変わるのもいいところでさ。例えば、お味噌汁の具に季節の野菜を使ったりするんだよ。こうやって日本人って食べ物を通して自然とつながっている感じがするんだよね。栄養バランスもいいし、カロリーも低いからおすすめだよ。でもさ、今の若い人とか忙しい会社員だと、もっと簡単に作れる洋風の朝ごはんもよく食べてるよ。前の日に買ったコンビニにおにぎりや菓子パンでパパッと済ませたりね。朝は忙しいから手軽さを重視しちゃうよね。トーストに目玉焼きとかウインナーを添えたり、シリアルとかグラノーラに牛乳やヨーグルトをかけて食べる人も多いかな。なんかね、日本の伝統的な朝ごはんと今のライフスタイルがうまく混ざり合ってる感じ。食文化も進化してるんだと思うよ。日頃のお昼ご飯。お昼ご飯は人によっていろいろだよね。会社員や学生は外で食べることが多いけど、お母さんたちは家で簡単に作ったり、前の日の残り物で済ませることもあるよ。公立の中学校までは学校で給食が出るんだよ。給食当番がみんなに配って、クラス全員で同じメニューを一緒に食べるの。そういうのって楽しいよね。高校生になると、給食はなくなっちゃって、お弁当を持ってきたり、売店で買ったりするよ。学食がある学校もあるけど、給食がある高校はほとんどないんだよね。会社員の昼ご飯は、スーパーやコンビニで買ったお弁当や、ラーメン、うどんみたいな麺類が人気だよね。日本のコンビニって本当にすごくて、おにぎりとかサンドイッチとか、いろんなおかずが買えて、しかも美味しいのが揃ってるんだよ。それと、定食屋さんも定番だよ。ご飯と味噌汁に焼き魚とか唐揚げのおかずがセットになってて、バランスも良くってお腹もいっぱいになるよ。手軽に食べられる牛丼屋やファーストフードも人気だよ。牛丼ってご飯の上に甘辛いタレで煮た牛肉と玉ねぎが乗ってて美味しいんだよね。家で食べるお昼ご飯は昨日の残り物を使ってカレーうどんにしたり、簡単にできる焼きそばやチャーハンを作ったりする人も多いよ。
ちなみに私は会社員だから、コンビニのお弁当とか定食屋さんで食べることが多いかな。たまに自分へのご褒美として、ちょっとおしゃれなカフェランチにも行くけどね。カフェランチってサラダとかパスタとかおかずが一皿にきれいに盛り付けられてて、見た目も楽しめるから好きなんだよね。日頃の夜ご飯、夕ご飯は一日の中で一番しっかり食べている人が多いと思う。家族や友達、同僚と集まってワイワイ食べる人もいれば、一人でゆっくり静かに楽しむ人もいるね。お母さんが作る定番メニューは、煮物とか野菜炒め、揚げ物なんかはよく出てくるよね。メインは肉料理か魚料理が多いよ。子供にも人気のカレーライスとか、ハンバーグも外せない定番。冬になると鍋料理が人気で、家族みんなで囲んで温かいご飯を食べてるよ。一人暮らしでも一人用の小さな鍋で楽しめるんだよ。外でご飯を食べるなら、友達や同僚と居酒屋に行く人も多いよ。焼き鳥とかおでんをつまみながらお酒を飲んでみんなで盛り上がるのって最高じゃない？でも最近は昔みたいに仕事終わりに上司に誘われて居酒屋に行くっていうのは減ってきたみたい。今は自分の時間を大事にする人が増えているからね。友達や恋人とおしゃれなレストランに行く人も多いよ。口コミサイトで評判のいいカジュアルなお店とか有名なレストランに行ったりね。一人でも外食しやすいお店もたくさんあって、お一人様って言葉が流行るくらい、一人で食事や遊びを楽しむ人も増えてるんだよ。私も友達と一緒に過ごす時間は大好きだけど、一人で気ままに好きなものを食べる時間もすごくリフレッシュできていいなって思う。居酒屋の料理。居酒屋ってお酒と一緒に料理を楽しむ場所で、日本ならではのカジュアルな飲食店だよ。友達や同僚と集まるのはもちろん、一人でふらっと立ち寄るのにぴったりなんだ。おつまみからボリュームたっぷりの料理まで、メニューがめちゃくちゃ豊富で、しかもリーズナブルだから行きやすいんだよね。枝豆とか冷ややっこ、タコワサは軽くつまめる定番メニューだよ。唐揚げとかポテトフライ、焼き鳥も人気だよね。焼き鳥なんかは塩とタレが選べて、焼きたての香りがたまらないよ。さらに刺身とか煮物、生姜焼きみたいな和食に加えて、グラタンとかピザみたいな洋食まであるんだ。お酒も各地の日本酒や焼酎、ビールの種類もたくさん揃ってるから、何でも好きに飲めるよ。それに地酒やオリジナルカクテルまで、いろいろ選べて楽しいよ。居酒屋に行った時に気をつけた方が良いことを話すね。居酒屋の特徴として、お通しっていう料理が席に着くと出てくることがあるんだけど、これって席料みたいなもので、店によって内容が違うから、ちょっとした楽しみになるんだ。最近は断れるお店も増えてるけど、せっかくだし、その料理を楽しんでみるといいと思うよ。注文はタッチパネルか店員さんに直接伝えれば OK。呼ぶときは、すいませんとか、お願いしますで、ちょっと大きめの声で言えばよくて遠慮しなくて大丈夫だよ。居酒屋のいいところは、シェアしやすい料理が多いこと。みんなでいろいろ頼んで、ちょっとずついろんな味を楽しめるのがいいよね。最後にお茶漬けとかラーメン、デザートで締めることもよくするよ。
同僚や友達と居酒屋に行った時の会計でのあるあるを伝えるね。お会計は割り勘って言って全員で均等に分けることが多いよ。年上の人や上司が調整してくれることもあるよ。その辺は仕切ってくれるから任せておけばいいよ。一人で行くならカウンター席がある居酒屋もおすすめだよ。店員さんとおしゃべりしたり、隣の人と会話が弾んだりすることもあるから、それもまた楽しいんだよね。日本に来たら気軽に居酒屋に行ってみて。日本の食文化を思いっきり楽しめる場所だから、寿司屋、寿司屋ってね、高級なところから手軽に楽しめる回転寿司とか立ち食い寿司までいろんなスタイルがあるんだよ。高級寿司屋に行くとカウンター席に座るのが一般的なの。目の前で職人さんが一貫ずつ丁寧に握ってくれる様子を目の前で見れるのが贅沢でいいよね。一方で回転寿司はもっとカジュアルな感じ。タッチパネルで注文すると厨房の職人さんや機械が握ってくれるよ。できたらベルトコンベヤに寿司を乗せて運んでくれるんだよ。自分の席の前でピタッと止まるから安心して受け取ってね。それに寿司屋にはお酒もいろいろ揃ってるんだ。ビールや日本酒、焼酎とかがあって、どれもお寿司との相性がすごくいいよ。お店もリーズナブルに楽しめるところから、ちょっと高級だけど貴重なネタを味わえるところまでいろいろあるからね。その日の気分とか予算に合わせて選べばいいよ。寿司ってほんと気軽にも贅沢にも楽しめるのがいいところだよね。麺類。日本の食文化でみんなが大好き。麺類について話すね。ラーメン、うどん、そば、それぞれに個性があって楽しみ方もいろいろなんだよ。ラーメンは醤油、味噌、塩、豚骨みたいにスープの種類がたくさんあって、トッピングもチャーシューや煮卵なんかのバリエーションが豊富なのが魅力だよ。しかも、日本全国にご当地ラーメンがあって、例えば札幌の味噌ラーメンとか、博多の豚骨ラーメンなんかが有名だね。人気店は行列ができることも珍しくないよ。麺の茹で加減やスープの辛さを選べるお店もあるから、自分好みの味を探すのも楽しいよね。そのお店独特の注文の仕方をするお店もあるから、わからなかったら店員さんに聞くといいよ。うどんは太くてもちもちした食感が特徴で、地域ごとに違った味わいがあるのが面白いよ。さぬきうどんみたいにコシがしっかりしているものもあれば、関西の柔らかいうどんもあって、食べ比べてみるのも楽しいよ。だし汁も関西と関東で違ってて、関西は昆布だしの薄味で上品な感じ。関東は鰹節の濃いだしでしっかりした風味が特徴なんだ。食べ比べてみるのも楽しいよ。どっちも美味しいけど、私は関東の濃いだしの方が好きだな。そばはカロリーが低めで健康志向の人にも人気だよね。みんながよく食べるのは冷たいざるそばや温かいかけそばかな。天ぷらとか山菜をトッピングして楽しむのもいいんだよ。地域ごとの個性もあって、長野の信州そばとか島根の出雲そばなんかは特に有名だよね。大晦日には年越しそばを食べるんだけど、あれって
そばの細くて長い形が長生きを願う意味があるのと、切れやすいから役を断ち切るっていう意味が込められてるんだって。あと、食べるときなんだけど、日本では麺をすする音ってマナー違反じゃなくって、美味しく食べてるっていう現れなんだと思う。周りの日本人もずるずるって音を立てて食べてると思うから、挑戦してみてね。ちなみに私もスーパーで袋麺を買ってきて、家で簡単に作ってずるずるしてるよ。粉物。粉物って小麦粉を使った料理のことなんだけど、たこ焼きとかお好み焼き、もんじゃ焼きがその代表なんだよ。これらの料理って日本のソウルフードみたいなもので、手軽で安くてみんな大好きなんだよ。まずはたこ焼き。外はカリッと、中はとろっとした丸い生地の中にタコが入ってるやつね。トッピングはソース、マヨネーズ、鰹節、青のりなんかが定番だよね。でも、青のりって食べた後に口の周りにつきやすいから、デートの時は要注意ね。特に大阪ではたこ焼きは超人気で名物料理。家にたこ焼き器があるのが普通なんだって。大阪の友達がしょっちゅう家でたこ焼きパーティーしてるらしいよ。次はお好み焼き。キャベツとか豚肉、海鮮なんかを混ぜた生地を鉄板で焼く料理ね。自分で焼くスタイルのお店も多くて、友達とか家族とワイワイやるのにちょうどいいよ。焼き方がわからなくても大丈夫。店員さんが目の前で焼いてくれるお店もあるから安心してね。地域ごとに特徴があって、大阪の混ぜ焼きと広島の重ね焼きが特に有名だよ。大阪の混ぜ焼きは具材を全部最初に混ぜて焼くスタイルなの。広島の重ね焼きは薄く焼いた生地の上にキャベツとか豚肉、麺を層にして重ねて焼くのが特徴だよ。最後に卵で閉じて出来上がり。最後はもんじゃ焼き。これは東京の下町で生まれた名物料理だね。具材がたっぷり入った液体状の生地を鉄板で焼いて小さいヘラで食べるのが特徴なんだよ。焼くときにまず具材を広げて土手っていうのを作ってその中に汁を流し込むんだけどこれがちょっとコツがいるんだよね。初めてなら店員さんに頼むといいよ。店員さんは焼き慣れているからね。粉物の料理って本当にバラエティ豊かだし、家でも気軽に作れるし、お店でじっくり楽しむこともできるから、ぜひ試してみて。和菓子。和菓子って日本の食文化の中でも歴史が長くて、季節感とか見た目の美しさをすごく大事にしているんだよね。甘さ控えめで、素材そのものの味を楽しめるのが魅力だと思う。季節を感じられるお菓子も多くて、例えば、春は桜餅、夏は水羊羹、秋は栗のお菓子、冬は大福をお店でよく見るよ。あと、練り切りっていう繊細なお菓子があるんだよね。これはあんを使った細工菓子で、職人さんが手で丁寧に形や色を作っていくんだって。これ、茶道の席とかお祝いの場で出てくることが多いよ。
和菓子って日本茶とか抹茶と一緒に食べることが多くて、この組み合わせが本当に最高だと思う。私が特に好きなのはあんみつ。透明でプルプルの寒天に甘さ控えめのあんこが乗ってて、フルーツや白玉団子が添えられてるんだよ。見た目もすごく良くて美味しいの。和菓子って季節ごとの楽しみがあるし、見た目も可愛いからお土産にもぴったりだよ。最後まで見てくれてありがとうございます。少しでも日本のことを好きになってくださったら嬉しいです。また一緒に日本語でお話ししましょう。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。